かな。これなんか新鮮で良さそうけど、冬瓜ってどうやって調理するんだろう。水菓子として食べるのかな、それとも焼いたりするのかな。何言ってるのよ。冬瓜だったら煮物にするのが一番よ。シェレンさん。相変わらず一つのことに集中すると周りが見えなくなる子ね。独り言よ。で、食の王様がたった一人で青果市場に来るなんてどういうこと？いくら平和になったとはいえ、食の王様であるあなたが一人で出歩くのちょっとうかつよ。でもそれを言うならシェレンさんだって私とあなたでは強さが違うってば。ためらいなく人を殺せるとか、そういう意味合いでの強さがね。それより私の質問の答え聞かせてよ。ちょっとお料理に挑戦してみようかなって。料理？何よ突然。ご主人様、最近外食ばかりみたいだから手作り料理を食べさせてあげたいなって。ははーん、手料理を食べさせてカズとの気を引きたいってわけね。違うよ、そんなんじゃないよ。はいはい、そんな風に言ったってシェレンお姉さんの目はごまかせないわよ。それにトウカの気持ちもよくわかるわ。カズトの周りには強敵が多いものね。だからこそ手料理でカズトを虜にしようと。そこまではないと思うけど。それに私ってお料理上手じゃないし。だけど気持ちだけはたくさん込めて作るよ。なるほど。じゃああとは料理の腕を上げればいいだけじゃない。それが難しいんですよ。あらそう？私は簡単だって思うけど。だってこの都には凄腕の特級中士がたくさんいるじゃない。特級中士ですか？ルルにシュウラン、そして何といってもカリン。あの子たちに頼んで修行すればトウカもきっと一人前の特級中士になれるわよ。修行ですか？そう、どうせなら究極の料理を作ってカズトをあっと驚かせちゃいなさいよ。究極？私は思考ぐらいで十分なんですけど。どっちもよく似たものでしょ。そんなことよりさっさと行くわよトウカ。シェレンさん、引っ張らないでください。というわけなのよ。ここは一つトウカのために一肌脱いでやってくれない？私がトウカに料理を？気が乗らないわね。あら、どうして？なんとなくよ。何よ。別に。そんなこと言ってもしかしてトウカがカズトを虜にするの耐えられないのかなとか思っただけよ。誰がそんなことを思っているものですか？じゃあ教えてあげればいいじゃない。カリンさん、無理しないでくださいね。
シェレンにここまで言われて断っては私の保険に関わる。いいでしょう。教えてあげましょう。え？本当ですか？ただしやるからには究極の料理を目指すわよ。いいわね、トウカ。はい。それでこそカリン、大陸の覇王よ。この愉快主義者め。なんとでも楽しいは正義よ。いつか意志を返してあげるから首を洗って待っていなさいよ。いつでもどうぞ。ルル、厨房の用意をしておきなさい。あとお酒の準備もよろしくね、ルルちゃん。お酒ですか？そうそう、またとない見せ物が始まるんだから、お酒は絶対に必要でしょ。どうしましょう、カリン様。用意してやりなさい。一番いい酒を一発で昇天するぐらいの猛毒入りでね。冗談きついわね。ルルちゃん、毒なしで一番いいお酒よろしく。ではこれより宋猛徳の料理講座を始めます。覚悟はいいわね、トウカ。はい、よろしくお願いします、先生。その意気やよし。ではまず食材の準備をしましょう。ルル。はい、本日の素材はこちらです。おー、たくさんある。全国よりよりすぐりの食材を用意してます。まずお肉は小藩より取り寄せた一品です。小藩牛はラオチュウを混ぜた餌を食べているから肉質は柔らかく、そして霜降りになっているの。焼いてよし煮てよしの最高の肉よ。なるほど。小藩牛、小藩牛、メモメモ。その言葉春蘭に教えてもらったの？メモのことよ。私はシュリちゃんに教えてもらったんですけど。シュリに？どういうことかしら。流行の大元は春蘭よ。まああの子はメモで失敗ばっかしてるけどね。でメモの有用性を軍師たちが認めて使い出したってわけ。なるほどね。メモを取るようになってから忘れ物が減りましたよ、私。なら今日教えることもしっかりメモしておきなさいな。はい。それでは食材の紹介の続きです。野菜は巨匠在住の陳さん夫妻が手塩にかけて栽培した無農薬有機野菜たちです。おー、なんだかすごそう。鶏肉、豚肉も最高級のものを用意してますよ。そんな素晴らしい食材たちのためにも美味しいお料理を作ってあげてくださいね。頑張ります。では早速講義を始めましょう。まずは料理の基本中の基本、タンとチャーハンです。はい。タンは鶏ガラで出汁を取るのですが、鶏はウコッケイを使用します。ウコッケイ、不老不死の霊薬とまで言われるウコッケイですか？そうです、ウコッケイです。不老不死なんてありえませんが、いいお出汁が取れるんです。はい。ウコッケイはおいし
では次に進みましょう。ウコッケイの鶏ガラに山東省で採れた海塩で味付けをした後、ウコッケイの卵を溶いて入れて溶き卵のタンを作ります。溶き卵のタン、美味しそうです。美味しそうじゃなくてあなたが作るのよ。手順はちゃんと覚えたかしら？完璧です。ならば次の講義を始めるわよ。素材は最高級のものを用意しているけれど、チャーハンにとって一番大切なものは何だと思う？料理する人の腕が重要です。外れよ。チャーハンにとって一番大切なもの、それは火力。火力ですか？でもそんなのどうやって調整すればいいのか。普通ならば薪の量を調節したりするのだけれど、私たちには強い味方がいるの。それがこれよ。魔王式火力増強装置コンロン。コンロン？なんかいかがわしいのが出てきたわね。何よそれ。火に絶えず適量の風を送り、火力の増強縮小を簡単にするからくりよ。カズトが原理を教えて魔王が作ったらしいわ。これさえあればどんな高火力であろうと難なく維持できるのよ。すごいですカリンさん。当然よ。ではこれより仕込みを開始する。どうか覚悟はいいわね。はい先生。いい返事よ。では位置につきなさい。まずは時間のかかる出し取りから。鶏ガラを入れた鍋をコンロに乗せて火をつける。出汁を取る場合は湯を沸騰させすぎるとアクが出るから気をつけること。はい。火力の調整はコンロについているつまみで行うの。ほら沸騰しかけてる。すぐにつまみをひねって火力を弱める。火力に注意しながら次はチャーハンの仕込みよ。できる女はこの時間を利用して素早く仕込む。さあ包丁を持ちなさい。すごく切れそうな包丁。春蘭たちの武器を研いでいる義一番の研ぎ師が研いだ包丁よ。指ぐらいなら骨まで軽く切断するから気をつけなさい。恐る恐る持たない。こういう時臆病になればそれが我が身に返ってくると思いなさい。堂々と背筋を伸ばして。背筋を伸ばしても胸は張らなくていいのよ。これは別に張ってるわけじゃないんですけど。そうなの？今のいい。最高よカリ。そこの酔っ払い何笑ってるの。最高。酔っ払いは無視よ無視。いやー無視しないでよ。うるさい。首をはねられたくなかったらそこでおとなしく酒食らってなさい。酔っ払い。はい分かったわよ。また笑ったわね。どうか様、ぼんやり見てないで。お湯が沸騰しちゃいますよ。大変。火を小さくしないと。そう
料理をする際は視野を広く持ちなさい。一つのことにとらわれれば最上の結果を得ることはできない。料理は知性にも軍略にも通ずよ。よろしい。そこの酔っ払いもしっかり覚えておきなさい。ああ、私はいいな。そのあたりはメイリンたちがやってくれるから。ズボラな王ね。完璧な王では人は育たないものよ。あら、それは私に対する批判かしら。さあ、どうかしら。なんだろう、この緊迫感に満ちた空気は居づらいよ。できました。カリーさん、食材の仕込み完了しましたよ。次はどうするんです？出汁は取れたかしら？はい、火もちゃんと消しました。よろしい。ならば出汁の鍋はコンロンよりおろして、次は炒め用の鍋を乗せて熱しなさい。熱するって、このままコンロンの上に乗せておけばいいんですか？そうよ。言ったでしょ。チャーハンは火力が命。少量の水をこぼせばすぐに蒸発するぐらい鉄の鍋を熱しなさい。熱する。よいしょ。でか。ちょっとトウカ、そんな大きな鍋トウカは触れるの？大丈夫です。ちょっと重いけどこれぐらい。でも片手で振るのよ。大丈夫？はい、頑張ってみせます。まあ西欧殿下よりは軽いでしょうから、多分大丈夫でしょう。本当かな。さあ、私は推測を言っただけ。やってみないと何事もわからないのだから、やらせてみればいいのよ。まあそうだけど、どうかやけどとかしないように注意しなさいよ。はい。鍋熱しました。よろしい。じゃああとは油を多めに引いて素材を入れなさい。はい。こら、全部一緒に入れるんじゃなくて、まずは火の通りづらい根菜から入れるのよ。鍋は停止させない。常に振り続けて具材に均等に火が通るように。はい。根菜の色が濃くなってきたら火が通った証拠よ。次は肉やエビなどを入れてさっと炒める。了解です。具材への火の通り具合はどう？ベルちゃん、どうかな？そうですね。もう少しです。具材の色やテカリ具合、透け具合、そういったものから感じ取ってくださいね。頑張る。どう？火の通り具合。トウカはどう見る？大丈夫だと思います。よろしい。続いてご飯を投入するわよ。はい。ご飯は冷やご飯を使用し、先に溶き卵を混ぜておけばいいわ。それを先に言ってくださいよ。大丈夫です。私が準備しておきましたから。ルルちゃん、ありがとう。お礼は後よ。ここからは時間の勝負。はい。卵と混ぜ合わせたご飯を投入します。あとは鍋を振る。
よし、火の通り具合は米の色を見なさい。透けているようならしっかりと米に火が通ったということよ。はあ、透けてます。すごい、ちゃんとお米透けてきてますよ。ならば完成よ。すぐにお皿に盛りなさい。お皿こっちに準備してます。トウカ様、ここにどうぞ。次、タンの準備。そうだった、お椀。ここにあります。溶き卵を入れてタンを注いで完成だよ。おー、タンとチャーハンからいい匂いがする。料理屋で出てくる定食みたいね。まあ見た目は及第点ではあるわね。よかったトウカ様、そこで満足しちゃダメですよ。そっか、料理は味で勝負だよね。どうかな、美味しくできたかな。こだわりの食材と私とルルの補佐を受けて作ったタンとチャーハン。味も保証付きでしょ。そうだったらいいな。セレンさん。何？味見してみてください。ちょっと、散々人を酒の魚にしておいて、それぐらいは協力しなさいよ。やだ。あらそう。ルル、メイリンとサイ、それにレンファを呼んできなさい。冗談のわからない人は嫌いよ。3人に怒られるのが嫌なら最初から協力すればいいのよ。さあ、味見なさいな。なんか汗が出てくるんだけど。大丈夫です。きっと美味しいです。間違っても泡を吹いて倒れたり、お腹がピーピーになっちゃったり、夜な夜な街に繰り出して男の人を漁っちゃうような無遊病にはならないと思います。ちょっと食べる前にそういう不吉なこと言わないでよ。時間稼ぎはいいからさっさと食べなさい。わかったわよ。ドキドキ。どう？なかなかのものじゃなくて？やっぱり美味しくなかったですか？お腹痛くなりましたか？泡吹きそうですか？思わずすっぱだかで踊り出しそうになりましたか？また迫真の演技をして私たちを驚かそうとしているんでしょ？そうですよね。こういう時の「う」って大体「うまい」って言葉につながりますもんね。そうかな。よかった、美味しかったんだ。何よこれ、味しないわよ。嘘。そんなはずはないんだけど。味がないですね。やっぱり私にお料理の才能はないんだ。あ、
入れるのを忘れてます。なるほど、原因はそれね。せっかくうまくいったと思ったのに。そういえばお塩を入れろって指示は出してなかったわよね、誰かさんは。これで分かったでしょ、どうか。料理にとって一番大切なもの、それは塩よ、味付けよ。それを教えるために私はわざと塩の投入を指示しなかったのよ。そうだったんですか。苦しいわね。うるさい、どうか。今の講義の結果を脳裏に刻みつけ、もう一度最初から作るわよ。今日であなたを大陸一の特級チャーハン師にしてあげるわ。頑張ります。その息よ。ルル、早速準備をなさい。いい？どうか。必ずやチャーハンの王となるのよ。チャーハン王に私はなる。ではまず手順のおさらいから。ま、頑張んなさい、乙女たち。